今まで食べたクレープの中で一番美味しかったから。これペロリと食べれる。みんなクレープエンド大好きだから一緒に働いててすごい楽しくて。ありがとうございます。クレープエンドウの一番人気ずんだ生クリームです。おはようございます。おはようございます。ってる感じで。じゃあ初めてした感じ。今日は店長のひなりちゃんと私と、あとともちゃん、ひーちゃんというスタッフ4人で仕込んでいきます。はい。ひーちゃんは私の妹で4つ下の妹なんですけど、宮城にいる時学生時代一緒にクレープ屋さんでアルバイトして、ひーちゃんもクレープ歴は結構長いです。とともちゃんは、接客メイン販売として入ってくれてて、みんないいスタッフばっかり。ありがとうございます。なんかクレープも食べたいしシュークリームも食べたいってみんな言ってくださって、でどっちも食べれるようにちっちゃめにして最近ね、それしてからさどっちも食べてくれる人増えました。お塩は夏の町を使ってます。粗いから結構その甘じょっぱさが強く出る。美味しいよね。ありがとうございます。全部だから失礼します。膨らみますように。ね、緊張するから。緊張する。気温とかによってやっぱ湿気とかね湿度とかでちょっと卵の量変えたりして。
これは上のクッキーの旬のクッキー生地で結構ザクザク食感になってて、中は、自家製カスタードとクレープエンドウで作ってる生クリームを混ぜたクリーム2種類ブレンドをして、だからそれもなんていうの、ちょっと卵感あるけどミルク感もあるクリームをイメージ。ついにもクレープエンドウミックスができました小麦粉を今まで1種類だったんですけど、宮城県の青葉の恋っていう小麦粉があって、それと2種類ブレンドをして、ラテの馬塩っていう、それも地元のマンゴークーラーっていうとこ、石巻のマンゴークーラーで作ってるお塩を使って、それがこれに入ってる。地元の食材地元がの小麦粉とお塩と、この青葉の恋が結構麺とかに使われてる小麦で、そのおかげでちょっとこう生地がもちっと感が増す感じになりました。予熱完了したから入れていい？はい。流しバターは北海道の美味しいバターです。これでだいたい25食分、25食材料が全部密着するように一晩寝かせて、それで生地がもちっとしたり、2日寝かせられたらいいんですけど、だいたい1日から2日寝かせます。でももう先週とか350食ぐらい作ったこと多分1人だったらそれができない。その働いてくれてるスタッフがもともとクレープエンドの常連さんとかを採用してて、みんなクレープエンド大好きだから一緒に働いててすごい楽しくて、だからその接客をやってるうちは自分たちはめっちゃ製造で集中してできるし、今までの倍ぐらいクレープを提供できるようになった。いい感じ？いい感じだ。いい美味しそう。クリーム焼き加減はこれいかがですか？もういい感じです結構焼きたてはもうザクザク食感で焼きたてすっごい美味しいです。油断してたらシュークリームにも使うし、クレープにも使ってます。どちらにも合うように作ってます。これを5回ぐらい作ります。これを5回分？はい、これ5回やりますクレープにも入ってるんでしょうか？カスタード生クリームとカスタードバターの2種類ありまして、あとはお好きなクレープにトッピング可能になってます。めっちゃ贅沢な感じで、ずんだ生クリームにカスタードトッピングとか
のお客様も多いです。オープンしたてはカスタードでみんな手筋肉痛になってました。でバターを最後入れていきます。カスタードもコクが出るように北海道バターをたっぷり入れてます。このお店狭いなっていうめっちゃ個人的にお塩のお菓子が好きで自分が食べたいやつもう自分が食べたいものを自分が食作ろうとべたい焼き菓子が基本的にあるのが塩ショートブレッド、塩フロランタン、チョコチャンククッキー、シュークリームなんですけど全部自分が好きなやつ完成しました。カスタード2種類のバニラを入れて結構バニラ強めのカスタードになってます。いい匂いだ。すごい。いい匂いですよね。バター入れるからすっごいコクがあるので完成しました。おはようございます。おはようございます。ひーちゃん、私の妹です。あ、ちょっと秋ですか。塩キャラメルバナナです。おはようございおはまようございます。はい、お土産です。何かと思って、すいません。食べてください。塩が後藤さん。なんかめっちゃ美味しいティー買ってきて。塩クリームのあれも絞っていいですか？言われ、あ、でも私たちともちゃんと私がすごい間違われます。すごい言われえ、ます。一日5回は言われる。出勤したら大体3回ぐらい言まあわれて絶対エンドあるある。めっちゃ間違えられる。めっちゃ多いですよね。そう、双子ですかって言われる。多分そう身長とかもある一かな。緒。髪型とかもそう、髪も近いし、めっちゃ言われる。ベリーソースです。を今から作ります。ブルーベリーとイチゴとブラックベリーのベリーを混ぜて、で結構レモン汁を入れて作ってるのですごい酸味、甘すぎないね。美味しい。これ美味しいよね。自家製ベリーソースです。これもいい香りしますね。あ、もうちょっと温度下げようかな。シュークリームのクリームです。今向かってるって。かわいい。測りながら一個一個やってます。できました。これは自家製レモネードを
季節によって夏はレモネードソーダで冬はホットレモネード。美味しそうですね。もういい匂いがしますね。どれもこれも。わかります。幸せ。自家製ジンジャーエールのシロップを作ります。ひなりちゃんもさっき緊張してたよ、そうやってた。このあるやつでこう、ですよね。結構スパイスが効いてる自家製ジンジャーエール、夏大人気です。大阪の夏暑いから辛めで、ブラックペッパーとシナモンスティックと鷹の爪、あとはたっぷりのジンジャーでちょっと蜂蜜入れて甘さを出してます。阿部の店は自家製レモネードとか自家製ジンジャーエール、ずんだスムージーとかバナナシェイクとかいろいろあるんですけど、人気なのがやっぱコーヒーがクレープと一緒によく出ることが多いんですけど、これが私の出身地の宮城県の石巻でのコーヒー屋さんからお豆を送ってもらっていて、で石川コーヒーさんっていうコーヒー屋さんのコーヒーなんですけど、いろんなブレンドがあって、伊達とか石巻とか、その中でもなんか飲みやすさを追求したコーヒーですここもお店独立する前に石川コーヒーさんの工場、焙煎所に見学させてもらって、コーヒーの入れ方とか、なんかお豆の紹介とか結構いろんなことを勉強させてもらって、でその中でも自分が一番クレープに合うなっていうブレンドにしました。多分癖がない、飲みやすい。でもこれは美味しいなって思います、やっぱり。できました。石巻ブレンド。ねえ、早く浅いと。入れましょうか。ナッツはスライスアーモンドとホールのアーモンドとカシューナッツとあとプレッツェルが入ってます。プレッツェルで結構食感が変わるのでプレッツェルも入れてます。今からショートブレッドを仕込みます。なんかバタークッキーでちょっとお塩を入れて塩味が効いたホロホロのクッキーになってます。
1時間ぐらい置いてから焼きます。潰しすぎちゃうとバター溶けちゃうらしくて、軽く潰して丸めるっていうのが大事みたいです。普通のクッキーに比べて柔らかくてしっとりしてるクッキーのことを言います。美味しいです。大きい方でお願いします。ずんだん、これはクレープにも使ってるやつで、髪の毛をお任せにしたらさ、毛先が真っ赤っかになってしまう。チャッククッキーです。よいしょ。この並びに新しくたこ焼き屋さんができるので、こちらこの間ご挨拶していただいたのでお礼に行ってきますけど。ショートブレストです。寒かったね、ひんちゃん。寒かったです。寒そう。今日もありがとう。楽しかったですね。いやあ、待ってね。エアコンのリモコン。OK ですか？忘れ物ない。はい、お疲れ様です。今日もお疲れ様です。お疲れ様。ありがとうございます。ありがとうございます。帰ろう。また来週。気持ちいい。サイズダウンしましたって書いてる。つけましょう。常連さんのお子さんが手作りでみんなの分作ってくれて、クレープって書いてある。かわいい。ね、ひなりちゃんの。最初一つプレゼントしてくれて、こうやってつけて営業してたら、でみんなの分作ってきましたって言って
最近プレゼントしていただきました。で結構多いのがクレープって一枚一枚焼きたてを提供させてもらってるので時間かかるのですね。やっぱどうしてもソフトだったら一瞬でこうお渡しできるので、常連さんとかは夏とかはクレープを待ってる間にソフトを先に出してくださいって言われて、お会計終わったらすぐソフト作ってそれを食べながら待ってくださってるっていう、めっちゃ幸せな光景広がりますみんなでソフト食べて一人頼むと結構連鎖でソフトを食べて待ってよかっていう風になって、みんな大人も子供もソフト食べてかわいい高校のお友達が今日来るんですよ。そう、宮城のお友達来る毛がね、もうちょっと細い方がやりやすいかもしれない。わかりました。このバッジを作ってくれたんです。見て。バイバイ。行ってきます。私骨董市行くの好きで、四天王寺さんの骨董市でよく行くんですけど、でたまたま遊びに行ったらタバコカウンター単体で売ってて、で一人寄りして写真撮って内装してる大工さんに連絡をして、これなんとか組み込んでもらえないでしょうかって言って大工さんがやってみようって言ってくださって、可愛いってね最初普通のカウンターの予定だったんですけど、たまたま普通に遊びに行ったらこれがもうドーンって置いてあって、すぐに「これいくらですか?」って聞いてで何に使うのって言われて、クレープ屋さんしてるんですけど2号店今作っててって言ったら、絶対これはクレープ屋やってる人いないから可愛いと思うってお店の方も言っていただいて、でお店の方もすごいいい方で、なんかその器とかもプレゼントしていただいて、呼び出しベルとかね2人でクレープ1人でもう誰が製造仕込みとかの方がいいかもしれない。北海道の美味しいクリームチーズです。クリームチーズもさ、いろいろあるけど美味しいよね。美味しいですね。おすすめはずんだ生クリームにトッピングか、もともと入ってるものだと自家製ベリーソースのレアチーズっていうクレープがあって、それが酸味がすごい美味しいです穴開けるやつ、やばいやばい。30分前です。久しぶり。やはり昨日からめっちゃ嬉しい。ありがとうございます。30だったかもし出来上がりまで、反対側のガードレールが並んで少しお待ちください。いってらっしゃい。
生クリームクレープ6倍クレープです。それだったらなおさら監修にしちゃったら自分の地元でできなくなる。私さ、早く来たところにさ、できないから。とりあえず綺麗な感じで終わってから、はい、終わってから何しようかな。ベリーにする。ベリーで。ベリーで。ありがとうございます。6年ぶりぐらいめっちゃ嬉しい。よかったら確認お願いします。はい。しっくりくる。やりますもんね。そうなんです。確かに。ピスタチオクレープのベリーソース、チョコソースのお客様、大変お待たせしました。どうぞ。寒い中お待ちいただいてありがとうございます。こっちがチョコソースです。またお待ちしております。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。ピスタチオです。ソースがチョコとベリー。チョコとベリー。めっちゃ美味しいです。安定の美味しさ。寺田町で、僕近くなんですけど、寺田町できた時から結構来てますね。僕クレープ全然食べてなかったんですけど私がもともとクレープ好きで、ずっと食べてて、近くにできたから一回行ってみようって言ったらめっちゃ美味しくて、今まで食べたクレープの中で一番美味しかったから、そこからずっと通ってます。私生クリームがめっちゃ好きなんですけど、ここのはすごい軽いし、食べても食べても食べれるっていうか、食べ終わってもまた食べたくなるっていう美味しさ。軽い。めっちゃアイスよくて、なんか喋ってても楽しいし人気出るわなみたい話しやすいからなね。これからもっといっぱいお店も増えていくかもしれないので、頑張ってください。もう寺田町の誇りなんで。寺田町はい。お願いいたします。すごい。こんなことあるんですね。5000円入ります。はい、お願いします。ね、本当だよね。結構その子はい、なしです。ピスタチオのベリーでお願いします。ずんだが一番人気です。はい、なしです。ピスタチオのベリーでお願いします。ずんだ生クリームとピスタチオクレープのベリーソースでお待ちのお客様、大変お待たせしました。ありがとう。ありがとう。また宮城で8月出店決まってて、マジでイベント出店が絶対来る。絶対来て頑張ってね。ありがとう。ありがとうございます。ゆうかとかにもよろしく。ありがとう。ございます。高校の同級生なので、6年ぶりとかだと思います。で妹なんですけど、連れてきました。わかんない。ずんだです。ベリーソースがけです。ずんだです。ベリーソースめっちゃ合いますね。クレープはないですね。ずんだ餅ばっかりだから。うまい。宮城県産だから。クリームうまい。また食べに来ます。美味しい。
ダクレープを始めて、ずんだがクレープエンドの名物みたいになって、で今だとずんだクレープが一番人気なんですけど、地元の宮城の食材を使ってクレープやお菓子を製造しているんですけど、その中で食の宮城応援団という一般社団法人の皆様からずんだプロジェクトのアンバサダーに任命していただくことになりまして、これからもっとずんだが全国に広がっていけたらいいなと思います。クリーム半量とチョコソーストッピング。これはチョコソースをベレーソースに変えてもらって。かしこまりました。ありがとうございます。50円のお返しです。ありがとうございます。お待たせしました。シュガーバターに生クリーム半量とピスタチオクリームとベリーソーストッピングしております。もしよかったらスプーン使ってくださいね。ありがとうございます。またお待ちしております。インスタで見て、なんか生クリームとピスタチオクリーム半量ずつになんかベリーソーストッピング。なんかもうすごい美味しくって、なんか生クリームもなんかその甘さとかも程よい感じ。すごいペロリと食べれました。砂糖は何を使用されてるんですか？フランス産の赤砂糖を使用しています。お砂糖が溶けないで残るので、ちょっとザクザクした食感を楽しめます。寺田町店本店はカルピスバターを使用してるんですけど、阿部の店は四つ葉のバターを使用してるので、どっちもそのバターの香りの違いを楽しめると思います。こんにちは。すみません、なんかこんなところまで。ありがとうございます。お待たせしました。どうぞ。いってらっしゃい。期間限定です。ピスタチオ。シュガーバターの生クリーム全量です。有名になって寂しいけど応援してますって感じやな。そう。いつもお忙しそうですけど頑張ってくださいみたいな。いつもありがとうございます。またお待ちしております。ピスタチオのベリーソースとカスタード生クリームでお待ちのお客様、大変お待たせしました。どうぞ。ありがとうございます。ずんだシェイクです。ありがとうございます。またお待ちしております。すいません。はい。バナナ生クリームはい。を一つください。ありがとうございます。バナナ生クリームがクーベルチュールチョコか塩キャラメル、自家製塩キャラメルので選べます。じゃあ塩キャラメルでお願いしはいます。。ありがとうございます。
塩キャラメルバナナです。の準備できた。土曜日までに絶対終わらせてっていう。シュガーバターです。ちょっとそれは頑張れ頑張れ自家製ベリーソースのレアチーズです。シュガーバタトルこれで全部。こちらこそありがとうございます。ピスタチオの自家製ベリーソースかクーベルチュールチョコトッピングをおすすめしてます。ベリーさんベリーソースでありがとうございます。75で。75で。はい。お待たせしました。ピスタチオクリームに国際いちごのトッピングです。お待たせいたしました。
レープエンドウの一番人気ずんだ生クリームです。このカップさ、3分でもできるからいっぱいやってみて。いっぱいやりたいことが自分の中であって、その中の一つでちょっと今何をするかまだ決まってないんですけど、JR 阪和線の南田辺っていう駅からすぐのところで3号店のテナントが決まってます。そうですね、暑くても寒くてもすごく並んでいただいて、私たちもこう一生懸命早く提供しようっていう風には頑張ってるんですけど、その中でこう待たせてしまったことに対してすごい待たせちゃってるなって思うけど、なんかみんながクレープを渡した瞬間とか自分のオーダーの順番になった時に笑顔でこうやっと来たみたいな風にねしてくれるし、クレープを渡した時にすごい幸せそうに皆さんが受け取ってくださってるので、そのおかげで私たちも頑張れるし、みんなに励まされて、スタッフのみんなもそうですけど、いいスタッフも揃ってくれたし、プラスもいいお客さんがたくさん来ていただいて応援していただいて成り立ってるというか。クレープエンドウ、これからもよろしくお願いします。バイバーイ。自家製ジンジャーエールのシロップを作ります。生クリームクレープ6倍クレープです。ずんだ生クリームとピスタチオクレープのベリーソースでお待ちのお客様、ありがとうございます。ありがとうございます。帰ろう。また来週。